し、それでいいぜ。命拾いしたな。明日マロードから連絡来るまでおとなしくしてな。秀夫、週末からは特に激務だそうで。買収した巨大企業を転がす必要がある。大変ですね。頑張ってください。英雄は多忙だ。で、トーマイ、ユートピアの出所は分かったのか？どうもネット経由で格安で仕入れた人間が川上でさばいている感じですね。こちらの調査と同じだな。ですからネットでユートピアの取引をしている目立ったところは通報などで潰しています。できるところからコツコツか。動いてもらって助かるぞ、トーマ。いえいえ、許せませんからね。お前ら相変わらず仲いいな。で、私たちを呼んだ理由は何だ？我は週末より多忙を極めるからな。町中に配備してあるマガツの捜査権を学校側に譲る。巡回のお供に怪しいポイントへの配置に好きに使って構わんぞ。では大いに助かるぞ。効率の良い見回りローテーションが組めますな。それではあずみ、直ちに取り掛かれ。はい、職員室にマガツの操作端末を設置します。至れり尽くせりですまないな。パスワードなどは教師の間で厳密に決めると良い。それじゃ俺が適当に決めときましょう。そうだな、小島先生の誕生日とか。お断りします。というか生徒がいないところで決めてください。おっと、そうだったな。ではこれは学校側で責任を持って管理しよう。職員室にこんな堂々と端末を置いて大丈夫ですか？やっぱりセキュリティ上まずいかね。ハッキングされたら危険です。考えすぎだろ。私ならできてしまうかもしれませんよ。お前ほどの男がそういるか、トーマよ。安心しろ、俺が責任持って管理するさ。なんだその懐疑的な目は。失礼なやつだな。ああ、助かったぞクキ。しかし今回のことを企んでいるやつは一体どんな人間なのか。ぜひとも無知で叩いて説教したいもんだ。それじゃあ喜んでしまうかもしれませんよ。冗談言ってる場合ではないでしょう。昨日の派手な乱闘騒ぎで国家権力が出動した。まあ暴れている相手は数ほどの価値が。お前も気をつけろよ、トーマ。はい、ありがとうございます。はい、並んで並んで。はーい、ヤマトくん一緒に移ろうよ。じゃあ寄って寄って。はい、チーズ。マロードの命令でね、めんどくさいが。そうさ、しかも今から。そろそろ行くよ。あんまり期待しない方がいいぜ。驚きの正体だぜ。ヤマト、お前の監視も兼ねてるからね。お仲間が奪還しに襲ってきたらぶっ殺し。みんなでお出かけ楽しいな。タツはまったりしすぎだね。まあいいか。うちらのお気に入りだぜ。今は私たちだけだ。マロードと存分に話すんだね。
夏姉が唐突に寝るのはいつものことだぜ。ま、放置しておこう。連れてきたぜマロード。こんにちは、直江大和。そう、驚いてよ。この俺がマロードだ。つまりそれだけ秘密主義ということさね。うちらは正体知ってるけどな。厳密に言うと俺たち4人とあと1人以外全員マロードの正体は知らないぞ。それがこれだけ早く直接話せる、相当認められているってことだ。妬ましいぜ。正体をなるべく知られたくないんだよ。君が俺の仲間になれば正体見せるよ。全だ。いいの？喜ぶと思うけどな。すごいんだから。とりあえず直江大和さ、俺の仲間にならない？あ？フィーリング。お前は俺と同じ考えを持ってそうだからかな。俺はさ、理解者が欲しいんだよな。私は理解しているつもりだぜマロード。ほんと嬉しいぜテンちゃん。ほらテン、口を挟んじゃダメだろ。まずは俺と一緒にこれ売ってよ。そうそう、この制服俺好きなんだよね。って冗談はさておき、これユートピアの大量摂取によって起こる禁断症状。そうなんか爆笑だけどね。だってさ、いい年なんだし自己責任だよね、こういうの。自分たちからハマって自分たちで壊れたのさ、彼女たちは。水の中に飛び込むハムシって感じ。その愚かしさときたらとか笑ってみたけど、虚しいんだよね俺。つまんねえの毎日が。ま、俺もたちと遊んだりするのは楽しいぜ。これ見てどう思う？ああ、板垣くんたちは見ちゃったね。なんでだよ。お前の教育上悪いからな。これは薬で理性飛ばしてあげた人たち。人間ってさ、人が向けばこんな感じなんだよ。醜い醜い。おい、真面目に生きたところでさ、腐敗したこの世界損するだけだと思わない？だったら開き直っちゃおうよ。こういうバカから無限に金を搾取して面白おかしく生きていこうよ。その通り。こんなものはウォーミングアップに過ぎないんだよね。もっともっと悪いことをするために参謀役が欲しいからさ。どうかな、俺と面白おかしく弱者を踏みつけて生きていかねえか。繰り返して言うけど、真面目に生きていく価値ないよ、この世界は。そこを説明しなくても分かってほしいな、俺。ああ、ろくな指導者いないからね。お先真っ暗だね。理由の一つだよ。ああ、もうちょっとニヒルな理由があるんだ。そう、虚飾。嘘嘘嘘嘘嘘嘘、すべて嘘。純粋なものが汚いものに踏みにじられる。だったらみんなで汚くなっちゃえばいいんだよ。どうかな、直江大和。俺はお前を歓迎したい。もちろんあるよ。人生の中で俺とお前は合っている。で、返答はどうかな、直江大和。仲間になると言ってくれればいずれ顔は出すよ。それでさ、返答はどうなのかね。
俺にまんまと捕まっておいてさ、実力も何もなくない？この状況下で強気なんだね。てめえ大物ぶりやがって顔面潰してやる。竜兵、出しゃばるやつ俺嫌いかも。ああ、すまね俺の力ね。あ、そうだ。だったらカーニバルを見ていきなよ。そう、俺たちの組織を潰そうと頑張った風間翔一たちの努力が全て無駄になる日だから。楽しいよ。一晩だけ川上はモラルが崩壊するんだ。百聞は一見にってね。カーニバル予定日まであと10日はあるな。それまでまた竜兵たちが預かっちゃって。タツ、ヤマトがまだ家にしばらくいるってさ。まだ寝てたのかい。我が妹ながら呆れるね。ヤマト君の扱いは丁重にね。あ、でも2月ぐらいならやっちゃおう。はいよいさ。なあ、ところでマロード、竜兵、カーニバル成功させたら話を聞くよ。そのまんま祭りって意味さ。各地から人を集めて盛大な祭りよね。つうかカーニバルまでこいつ1週間以上うち？そうなるね。まさかそんな長くいるとは。見張り続きか。まあいいけどな。じゃあまずはお仲間を安心させてやるか。撮った写真を仲間にメールで送ってあげるのさ。マロードの命令でね、元気な姿を見せてやれってね。これを定期的に送ってやるさ。そうすればちった安心するだろう。あと一つ言い忘れていたけどさ、直江大和に仲間とコンタクトさせたらダメ。どんな秘密暗号を送るかわからないから、元気な姿を送るのはアミがやってくれ。それじゃあカーニバル後にまた会おう。だってさ、ヤマトにしても、お前の携帯電波の届く場所に来た途端メールがガンガン受信されてるよ。お仲間が心配してるんじゃね？それもあるけど、いろんなやつから来てるよ。捕虜にプライベートなんざねえんだよ。では元気な写真を送ってやるか。川上桃よ。うん、こいつでいい。送信と。